こんにちは、お疲れ様です。今回の動画はこの27年前の、ガチンガチンに硬化したタイヤを蘇らせようという企画の第3回目です。おさらいします。第1回目はこの27年前のタイヤね、こちらのゴムコード系というもので測りましたところ、なんと90超え、硬さが90超えです。完全に硬いものをこれで測ると100って出るんですよ。そのうちの90でした。もうプラスチックみたいな感じですね。使い物になりません。そこでこのカインズホームに売っている2サイクルエンジンオイルですね、それと灯油を9対1ぐらいの割合で混ぜて、これ灯油ですね、灯油が入っていたペットボトルを改造したアプリケーターで 1.5 リットルこのタイヤの中に入れてあります。そしてこのタイヤはどうしたかというと、この矢印の向きを下向きにしてですね、2週間今放置してあります。2週間ですね。で1週間目にまず硬さを測りました。そうしましたところ、この上の部分は相変わらず90超えの高度でした。で柔軟剤が内側から溜まって徐々に作用して柔らかくなっているだろうというこちらの下の面のトレッドは1から2ぐらい柔らかくなってました。つまり若返ったということですね。でこちらのトレッド面よりもゴムの厚さが薄いサイドウォールについては、こちらの部分よりもこのゴムのね、柔軟剤が溜まっていて内側からこう作用しているところの高度は5ぐらい下がってました。ということは若返ったということであります。で今回の動画はさらにですね、ゴムコード系で引き続き測っていきます。こちらのゴムコード系で引き続き測っていきながら、さらにですね、どれぐらいの量タイヤ柔軟剤がタイヤの中で吸収されたかというものをちょっと簡単に調べたいと思いまして、こちらのこれもね、自作のホイールバランサーなんですけども、ここにタイヤをね、ホイールをこうガチンと挟んで両側ベアリングで支える構造なんですけども、これでホイールバランスを見てみます。ホイールバランスがおそらく大きく狂っていると思います。果たしてどれぐらい狂っているか。例えば 50g 狂っていたらタイヤ柔軟剤が 50g ぐらいこちらに吸収されたなということが分かります。で当初心配したのは、内側に 1.5 リットルの灯油を主成分とするものを液体を入れておいたら、2週間も放置したらこの下の部分がゼリーみたいに柔らかくなっちゃうんじゃないかというね、そういう懸念があったんですけども、どうもねそれはなさそうなんですよ。触ってみると少し柔らかくなった感じなんだけども、柔らかさが加速してる感じではない。なのでタイヤ柔軟剤をタイヤの中に入れて、例えば1週間放置駐車したとしましょう、ね、動かさずに放っておいたとしてどうなるかということなんですけども、なんか大きな問題はなさそうだなと。で2週間やったらどうなるか。例えばゼリーみたいにならなくてもホイールバランス狂ったら高速道路を走るときにちょっとおっかないですよね、ガタガタ言って。大体ね、経験上 50g 以上狂ってしまうと高速道路で走ったときにタイヤがこうやって触れちゃいますね。なので、それぐらいちょっとタイヤ柔軟剤が偏って吸収されてしまうようであれば、この運用方法を考えなければならないということで、ちょっと今回はね自分の中でも貴重な実験になるんじゃないかなと思ってます。で動画の中で質問を受けたんですね。4サイクルオイルではダメなのか、2サイクルオイルを選ぶとすればどのブランドのものを選んでいいのかという質問があったんですよ。でこれ私経験則でしか答えられないんですけども、このカインズホームの2サイクルエンジンオイルで試して良好な結果を得てますけども、4サイクルのエンジンオイルでもきっと合うものはあるはずです。でなんでね4サイクルのエンジンオイルの中に合うものと合わないものがあるかというお話をちょっとします。4サイクルエンジンオイルっていうのは添加剤が結構入ってるんですよね。で2サイクルエンジンオイルは添加剤は少ないです。なぜかというと、これ大気の中にね排気ガスと一緒に大気の中にばらまかれてしまうことを想定しているので、あまりその金属系の酸化塩とかそういった化合物使われてないんですよね。ベースオイルに近いんですよね、これは。なのでいわゆるゴム配合油とそんなには成分が違わないということで、これは無難な選択です。で4サイクルエンジンオイルもですね、ベースグレードに近いようなもので、あまり添加剤が入ってないものはおそらく使えるんじゃないかなと思います。で極圧添加剤って言ってね、金属と金属がこうやって触れ合った時にそこのね極圧添加剤っていうのがあるんだけど、これ金属の面だとしましょうね。こう触れ合ってこすった時にここがくっついちゃわないように、こすって高温になった瞬間にここを逆にね硫化させたり酸化させたりしてこうくっつかないようにするものがあるんですよ、極圧添加剤っていうね。そういったものの中に過酸化物があるものがあってですね、それはねゴムの
佳境を促進するということが言われています。ゴムの佳境を促進するってどういうことかっていうと、ゴムは製造時に佳境という化学反応によって強く硬くなるんですよね。で、佳境という化学反応はタイヤが製造された後も徐々にゆっくり進んでいきます。なのでゴムはゆっくり硬くなっていくんですよね。で、それを促進させてしまうものはタイヤ柔軟剤には不向きであると。はい。では早速ゴムの硬度を測定していきたいと思います。こちらの部分、まず材料を測るこちらの部分はタイヤ柔軟剤の影響を受けていない部分で、硬度はおそらく90オーバー。そしてこちらの下の部分ね、これ矢印が書いてある部分、この部分はタイヤ柔軟剤が 1.5 リットル溜まっていたはずなので、少しトレッド面は柔らかくなっているはずであるということで測っていきます。じゃあいきます。はい、92、92、91、90、90ですね。はい、90。平均値で90でした。およそ90ですね。90。ね。何回測ってもやっぱ90。よし、90。90ですね。次に、こちら今上向きにしてあるんだけども、2週間タイヤ柔軟剤がおよそこれぐらいの範囲内で内側に溜まっていた部分のまずトレッド面の高度を測ってみたいと思います。はい、予想では87、8じゃないかなと思います。いきます。よし。85。85ぐらいですかね。よし。87。徐々にこうゴムの足が押し込んで硬く。はい。88。80、結構強く押し込んでますけど、85、柔らかくなってますね。やっぱり本当に効果あるんですね。うん。で、これ90ってたんですけど、徐々にこう下がってきて、85ぐらい。これなぜ徐々に下がってくるかというと、タイヤが柔らかくなるんだけども、ヒステリシスロスっていうのがありましてね、このタイヤってカーボンブラックとか配合されているこの副作用として、ポンって押してからしばらくしてからぐにゅぐにゅぐにゅっと変形するんですよね。なので、この針を押し込んでから2、3秒してからこう戻るような感じで、こんな感じでこう戻ってくるんですよね。押し付けてるところが変形して。なので、こう、だいたい2秒ぐらい経ってからまたを取るようにします。こんな感じで戻ってくるんですね。そうすると、80、85、6。よいしょと。89から88ぐらいですね。予想通りですね。予想通り。はい。予想通り85、6、7。ということで、先週よりもさらに1に柔らかくなってました。タイヤ柔軟剤が2週間溜まっていたことによって4ですね。4ぐらいゴムが柔らかくなってました。ですので、確実に効果はありそうです。4も柔らかくなると走っていて音が全然違うんですね、音質が。もうバチ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 っていうような音質から、コロコロっていう音質に近づいてきます。はい。今のタイヤにホイールバランサーを仕込んでみました。このホイールバランサーね、こんな感じになってるんですよ。このテーパー面でハブの穴の部分をつかみます。なので必ずタイヤのセンターに合うようになっていて、シャフトが出ています。で、このシャフトの先端にはベアリングがあって、こちらにもベアリングがあって、こうベアリングで支えながらタイヤの一番重いところが下になるというね、そういう簡単なもんなんですけども、こんな感じになってます。これはタイヤを手組みしてホイールバランスを取るときに私が使っている自作の道具なんですけども、これでホイールバランスをチェックしていきたいと思います。こんな感じで回しながら一番重いところはどこになるということです。液体が中に 1.5 リットル入ってるんだけど、これは液体というのは常に下に溜まるようになっているので、ホイールバランスに影響しない。で、どうでしょう。やっぱりこちらのタイヤ柔軟剤を
入れていたところ、見事に重くなってますね。ちなみにこれ、タイヤ柔軟剤入れる前にも、ちょっと動画ね、カットしちゃったんだけど、バランスは一応取ってるんですよね。で、バランス取ってて、だいたいね、3グラム以内になるように調整してあります。で、これはどうかというと、まず下になった部分が、ここの辺ですよね。この辺り。で、これを完全にバランス取るためには、何グラムのバランスウェイトが必要かということで、吸収したタイヤ柔軟剤の量を推定したり、あるいは、いや、これぐらいだったら、全然 10g とか 20g だったら、高速道路走っても、ホイールバランスが崩れてタイヤ、ハンドルがガクガクすることがないだろうということを予測をするためにやってます。はい。で、バランスを見るの、このバランスウェイト、ね、ちょうど、ここね、重さが書いてある。10g、5g、10g、5g。これを少しずつ貼り付けていって、バランスが取れるところを見ていきたいと思います。こちらが今一番軽くて上向いているところですね。こちらにまず30g ですね。30g のウェイトを貼り付けていきます。そしてバランスを見ます。これを横にしてどうなるか話してみましょう。おっと、30g では全然バランスが取れない。追っかけて、今度はそれに加えて10、20、30、12、30、45g、45g のものも追加してみます。80g、どうなりますかね。80g でもまだまだ足りないですね。80g でもまだまだ足りない。さあ、265g。お、バランス取れましたね。いいですね。ようやくこれでバランスが取れて、若干この重りの方が重いですね。おそらく 260g ぐらい吸収されてます。1.5 リットル、1400g のうち、ね、まだ 1000g 以上このタイヤの中に、柔軟剤が泳いでいる感じになります。なので一つ今日は分かったのは、山のように入れて2週間、ね、放置しておくと、このタイヤ柔軟剤が溜まったところに結構な量 100g とか 200g ぐらい吸収されてホイールバランスが狂うということが分かりました。なのでタイヤ柔軟剤を入れたらなるべくちょくちょく走る必要がありそうですね。入れてすぐに走ればいいと思います。で、入れる量はそうですね、この部分だけで 200g ぐらい吸収されたということは、タイヤ全体に対してタイヤ柔軟剤の必要量が下手すれば1リットルぐらい入れないとうまくないかもしれないですね。260g 吸収されて、ようやくね、5ぐらい柔らかくなって生き返ってきた。で、この範囲がずっと続いているとすると、ちょくちょく走る方はタイヤ柔軟剤1リットルぐらい入れても吸収されてなくなっちゃう。タイヤにね、吸収されて、中にもう残ってない可能性があります。ですから、思ったよりもたくさんの量のタイヤ柔軟剤を必要とするということが分かりました。ね、この部分だけで260g もね、吸収されているわけだから、タイヤ全体にしたらもう本当に 1000g ぐらいあっても、でも全然多くないということになります。なので、タイヤ柔軟剤を入れたら、なるべく頻繁に走ることが1つ。2つ、タイヤ柔軟剤の量は大きいタイヤ、16インチクラスのタイヤだったら、タイヤ1本につき1リットルぐらいあってもいいかもしれません。はい。ということで、今日の動画は以上です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。